アンリアルエンジンを今日はやっていきたいと思うんですけど、ちょっとじゃあ画面シェアしようかな。アンリアルエンジン、まず、何が厳しかったかというと、例えばこのプロジェクトを作るじゃないですか。まずインストールが長いっていうのが厳しかったんですけど、タッチデザイナーも結構最初の方はそうだったんですが、初期画面が見えて、はて、この後どうしたらいいんだろうみたいな、っていうのが結構きついなと思っていて、例えば、プロジェクトを作ります。ブランク、一番最初のプロジェクトを作るんですけど、えー、これこのままでいいのかな。僕も実はそんなに、あの触って長い、てかちゃんと触ってるわけではないので、わかんないところもあるんですが、まず、これがデーンって出てきて、多分、デフォルトのレイアウトだと、これか。これが出てきて、なんかここは動くけど、どうしたらいいんだろうみたいな。で、プレイボタンっていうのがあるので、とりあえず押してみようって言って押したら、なんかこれ思ってたのと違うぞみたいな感じの画面になるっていうので、とりあえず最初は OK って閉じるっていうところから始まると思うんですよ。確かにすごいやりにくいですよね、いきなり。そうそう。なんだろう、メッシュみたいなのが作れるわけでもなく、かといって、モデリングできるわけでもなく、タッチデザイナーみたいにデフォルトでいろいろ入ってるわけではなくみたいな感じのものがすごい最初ハードルだなと思って、で、最近、やったプロジェクトでアンリアルエンジンを使ったので、それでやっと解消されてきたんですけど、今日はその時に、使っていたノウハウみたいなのも含めて、結構タッチデザイナーからアンリアルエンジンにスムーズにクロスオーバーできるような風なことをワークショップをすると、結構タッチデザイナーを少なくとも使えてる人たちは取っかかりとしていいのかなと思って、そういう風な感じのものをしようかなっていう提案をなるみちゃんにして、で、今日に至っているっていう経緯があります。で、せっかくなんでこの前やったプロジェクトを紹介しようと思うんですが、えーっと、これじゃねえな。ちょっと待ってくださいね。ウィンドウ、はい。この前やってたのは、AR 合成をリアルタイムにカメラをトラッキングしながらやろうっていうので、こういう風な、なんだろう、リアルな質感みたいなやつがタッチデザイナーだと割と出しにくかったっていうのもある。出しにくかったというか、あんまり出す方法を知らなかった。こっちで作るべき部分がすごい多くなりそうだったっていうところがあって、最初からじゃあ、レンダリングエンジンをアンリアールとかフォトリアルだと言われているものにしちゃえばいいんじゃないかっていうところから、なんですかね。じゃあ、どっちかというとタッチデザイナーが得意な分野だと思うんですけど、実写の映像と合わせて、で、それで、これだと40分尺ぐらいあるんですけど、40分のライブをずっと AR のセッパでいけないかっていう風なのを、バックスペース東京、バックスペースプロダクションというところに僕今所属してるんですけど、そのチームのみんなと相談しながら作っていったのがこういう感じの、パフォーマンスです。で、これはカフカさんといって、バックスペースのメンバーのすごい昔からのお知り合いのサウンドデザイナー、ミュージシャンの方とコラボっていう形でやっていきました。これなんかは、後ろにもプロジェクションをしていて、で、そこから CG の要素が、後ろの背景のプロジェクションから手前の CG のレイヤーに突き抜けていけるみたいなのもテストしつつみたいな感じのだったりして、変な話、ここの背景にプロジェクションが来ているとかいうのは、とてもタッチデザイナー的な表現なので、そういう意味でもこのクロスオーバーっていう感じののができたいい例かなっていうふうに思っています。
で、今回やったやつ、やる予定のやつで、割となんですかね、ブリッジみたいな部分は一通りできてるかなと思うので、多分、こういうのは、こういう AR プロジェクトがやりたいなってなったときは、すごい、スムーズに皆さんいけるのではないかと思っております。というわけで、前説はこれぐらいにして、実際にじゃあタッチデザイナー、じゃない、アンリアルエンジン触っていこうと思うんですけど、今日は、まずもう結構、ど初歩みたいな感じだと思うので、プロジェクトの作り方からやっていこうかなと思っています。で、もし、なんだろう、トイレ行って見逃しちゃったみたいな人がいた時用に、この辺に、YouTube になんとなく今日やることをセクション付けて取ってあります、事前に。なので、ぶっちゃけ今日はあんまこの配信は見なくてもいいかもっていう感じなんですが、一応ね、やります。比嘉さんすいません。はい。この今の動画って音入ってないですよね。ツイッターで、音入ってない。なんかそういう質問があって、音入はい。ってないそうです。すいません。音入ってないです。はい。クリックオンぐらい入れればよかったですね。すいません。じゃあ、えーっね、まずじゃあ最初にプロジェクトを作るところから、さっき作りましたけど、もう一回、ライブラリーから、このエディターのバージョンがたくさん、今後増えたりも多分すると思うんですけど、今、これ最新1個しか入ってないので、ここのラウンチをします。と、エディター立ち上がって、で、どういうプロジェクトをお前は作りたいのかみたいな画面が出るんですけど、僕いつもゲームじゃねえなと思ってフィルムのブランクを選ぶことが多いです。これによって何が変わるかはあんまよくわかってないんですけど、割とこういうのを選ぶことが多いです。で、適当に名前をつけて、で、ここのスターターコンテントっていうやつなんですけど、多分、おまけ素材みたいなやつがたくさん含まれているか否かとかだと思います。ですよね、千葉中さん。千葉中さんはすいません。はい。そうだと思います。はい。僕実は最近始めたんですけど、こう1ヶ月ぐらい前始めたゲームのやつしかやったことないんですよ。だからどう違あ、うのかっていう。なるほど。このスターターコンテントとかは、スターターコンテントか。これは、よくチュートリアルとかでこれを使えみたいなの出てくるんですけど、ここになんかサンプルが入ってるとか、本当違いを僕もよくわかってないです。これ顔出した方がいいと言われたんで出します。はい。ははい。い。ツッコミも入る。まあ、いつもスターターコンテント僕は入れてないんですけど、入れても全然いいと思いますし、あと、レイトレーシングは入れたい気持ちはあると思うんですけど、まだちょっと人類には早いかもしれないと思って僕はいつも入れてないです。これでいきます。そしたらまたさっきと同じような画面がデーンと立ち上がるんですが、立ち上がるんですよ。立ち上がりました。立ち上がるんですけど、ここで、まず、一番重要なのが多分このビューポートの部分なんですけど、オルトを押しながら、左右、まあ、マウスのボタンを左右真ん中やってると動きますが、真ん中ドラッグに関しては、すごい、他の、例えば、マヤとかフーディニーとか、ブレンダーとか使ってる人たちからすると、逆じゃんみたいな動きをします。まずこれがハマりポイント1で、そこの直し方みたいなやつが、先ほどの、これも共有されてますよね。ドキュメントの、されてるはずですが、ちょっと、はい、チャットに貼っとこうか。もう一回、はい、すいません。チャット、チャットがどこに、チャットがよくわかんない。僕が貼ります。ありがとうございます。どこだどれだ
チャット消えましたね。くれた。あった。あったけど、